たまたブンタウンへやってきました。今回はフェリーではなくリムジンバスの利用です。私、来週で30になるのですが、20代最後の週末をどう過ごそうかと考えた結果、奮発して5つ星ホテルに泊まることにしました。会社の人おすすめのピザレストランです。表面が香ばしく、内側がもちもちのナポリピザです。ベトナムはチーズ高いけど、惜しみなく使われてます。あと、トッピングのシーフードがプリプリでうまい。港町だからシーフードにはこだわりがあるんでしょうか。これで冷凍品だったらほんとごめんなさい。ブンタウでピザといえば、デイビッドピッツァの印象が強かったのですが、これは優劣つけるのは難しいですね。基本、満腹。何のために ANT でここまで来たんだか。まあ、食べたけどね。ひょめっちゃ広い。5つ星ホテルは風呂丸見えにしがち。ウェルカムスイーツなんて初めてだな。うまい。クラブラウンジの利用券込みのプランで予約したのですが、そちらではプレディナーとやらが無料でいただけるそうです。これはいかな。ただ飯美味しいです。正直、ピザでお腹いっぱいだし、これが夕食でちょうどいいな。いつの間にか真っ暗だな。バックビーチの方まで歩いてみようかな。きっとやってんでしょう、あんたたち。今はあいにくの雨季で観光には向かない時期ですが、それゆえにホテル料金が高騰しがちな週末であっても、5つ星ホテルに安く泊まれるメリットがあると思います。今回宿泊したプルマンブンタウも、週末でさえ安いプランなら200万ドンを切ることもしばしばです。雨季だからこそ割り切ってホテルステイを楽しむのは全然ありだと思いますね。備え付けのバスローブ、
めっちゃしっかりしたタオル地で良い。久々にパックでもしようかな。そこのロッテマートのメイソーで買った安物だけど。ラウンジで朝食ビュッフェが利用できるとのことで来ましたが、メニュー数が少ない上、特別なメニューなどがあるわけでもないので、一般の宿泊者と同じく1階のレストランに行くべきだったな。でもこの時は他の宿泊客がいなくて、実質自分専用のビュッフェって感じだったから、ある意味貴重な体験だったかも。良さげなカフェを見つけたので立ち寄りました。格調高い雰囲気の漂う店内です。メニューはどれもこだわりがありそうなものですが、価格はお手頃で驚き。キャロットケーキといえば、前に表参道の某カフェで食べたやつは1000円近くしたな。居座っていたら誰もいなくなりました。やったぜ。ちょうど文タウンを訪れてた友達と一緒に遊んでたら、いつの間にかこんな時間になっちゃった。いろいろと仕事でストレスを抱えていた時期だったのですが、非日常な体験ができて少し心が軽くなりました。自分の機嫌は自分で取っていきましょう。